我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたのかもあまり覚えていません。ジメジメした薄暗いところでニャーニャーと泣いていました。母の顔も兄弟の行方も分かりませんでした。この動画はおいおいの提供でお送りします。ある日、彼は一人の書生に拾われました。しかし喜んだのもつかの間、やがて笹原の中へ捨てられてしまいます。外は寒く、お腹は空き、行くあてもない。ただ生きるためだけに彼はひたすら歩き続けました。ようやくたどり着いた家でも彼は歓迎されませんでした。台所へ入っては下女に追い出され、また入ってはつまみ出される。それでも彼は諦めません。すると主人がぽつりと言いました。そんなら家へ置いてやれ。こうして彼はこの家に住み着いたのです。主人の名はくしゃみ、中学の英語教師です。世間には偉そうな顔をしていますが、そんなことはありません。妻には小言を言われ、子供には騒がれ、友人にもからかわれる。毎晩書斎にかもって勉強してみせていますが、実際はよだれを垂らして寝ているだけです。そんなことも彼以外は知らないのです。教師というものは実に楽なものだな。猫にでも務まる。彼は人間が信用できなくなっていきました。しかし見ていると、人間とは実に妙な生き物です。足は2本しか使わないし、顔には毛も少なく、着物という窮屈なものをまとっている。いつも友人の酩酊や独占を家に招いては、社会や文学について議論していますが、どれも自己中心的で滑稽な意見ばかり。きっと暇なんだ。猫と違って人間は暇で退屈だから変なことばかり考えるのだ。彼はそう思いました。彼には猫仲間もいました。筋向かいのシロは人間ほど非人情なものはないと言います。以前彼女は自分が命を削って産んだ4匹の子猫を家の裏の池に捨てられたと涙ながらに語ります。人間とはまことに勝手な生き物です。車屋の黒は体が大きく態度も大きい。弱い猫には威張り散らします。どの社会でも力の強い者が大きな顔をする。世の中とはなかなか面倒なものです。やがて彼はミケコという美しい猫に出会います。物言いは上品で毛並みも艶やか。彼は近づくとつい声が高くなり、柄にもなく胸の高鳴りを覚えたのです。しかしある日ミケコは体調を崩しました。彼は心配でこっそり様子を伺いに行きました。するとミケコの家の人間が一言、あの野良猫の仕業に違いない。その後彼は二度とミケコに会えないまま、彼女は亡くなってしまいました。もうあの優しい声は聞けません。彼は悲しみに暮れ、しばらくご飯も喉を通りませんでした。隣からお経の声が聞こえてきます。その声をぼんやり聞きながら彼は考えました。死ぬというのはどういうことなのか。昨日までいたものが今日はいない。果たしてただそれだけのことなのか。彼にも一度死を意識した経験がありました。ある寒い日のこと、気化室墓の中へ潜り込んだところを下女が知らずに蓋をしてしまったのです。真っ暗な中で息が詰まり、必死にもがきました。あの苦しさを思い出すと
彼は死というものが急に恐ろしくなりました。もし彼が死を迎えた時、果たしてこの家に彼を気にかける者はいるのでしょうか。一緒に飯を食い、眠り、主人の膝に乗り、家の中を歩き回っているというのに、未だに誰も名前をつけようとはしない。この家の者にとっては所詮ただの猫なのです。そんなある日、この町きっての上流家系である金田家の妻が主人の家へやってきました。聞けば主人の元教え子である寛月と彼女の娘が婚約する予定で、それを認められない彼女は主人に寛月の評判を聞きに来たという。高慢な口ぶりで寛月を批評する彼女の態度に主人はだんだんと腹が立ってきました。そしてついに主人は怒り、彼女と口論になりました。貧乏人の教師が大金持ちに逆らったのです。彼は少しだけ主人を見直しました。人間の意地というものは時に滑稽ですが、時に清々しいものです。しかし彼女は黙っていませんでした。近所に悪口を広めるなどの嫌がらせを始め、ついには主人の生徒たちまでもが家の前で騒ぎ立てるようになりました。金と権力があれば人を困らせる方法はいくらでもあるらしい。彼はそれを眺めながら、人間とは実に面倒な生き物だと思いました。そして騒動は決着します。寛月が結婚を決めたという。しかし相手は郷里から連れてきた別の女性。金田の娘についてはこちらから申し込んだ覚えなど一切ないという。すると間もなく、これまた主人の元教え子である三平が主人の家へやってきて一言、なんと金田の娘と結婚するというのです。寛月との縁談が流れたことを聞き、直談判したところ OK が出たとのこと。あれほど騒ぎを起こした騒動はあっさりと消えてしまいました。人間の騒ぎなど終わってみればこんなものなのです。この騒動の中で人間たちはよく騒ぎ、怒り、そしてよく語りました。どれも滑稽でくだらないといえばくだらない。しかし彼は気づきました。のんきと見える人々も心の底を叩いてみると、どこか悲しい音がする。人間を観察する中で、彼は人間が抱える寂しさが見えるようになったのです。その夜、台所に三平が持ってきたビールの残りがありました。彼はかねてから人間がありがたがるこの飲み物に興味がありました。少しだけ舌を近づけると突然舌がビリビリします。なんとも変な味。なぜ人間はこんなものを喜んで飲むのでしょうか。しかし良薬は口に逃がし、ならばもう少し味わってみようではないか。彼はビールをどんどん舐めていきました。すると体が妙に暖かくなっていきました。世界がゆっくりと揺れ遠くなっていく。足元がおぼつかなくなり、彼はふらふらと庭へ出ました。夜の空気は冷たく、空には星が出ています。意識朦朧としながら次の一歩を踏み出したその瞬間、彼は水がめの縁につまずき、一直線に落ちてしまったのです。冷い水の中で彼は何度も手足を動かしました。爪を立て、体をよじり、どうにか這い上がろうとしました。しかしお酒の影響で思うように体が動きません。もがけばもがくほど力が抜けていきます。やがて彼は抵抗することをやめて悟るのでした。思えば彼は生まれた場所も知らず、名前も持たず、
人間の家に住み着き、人間たちの姿を眺めてきました。人間たちは妬み、怒り、金に群がり、争い、笑い、そしてまた同じことを繰り返す。そういう世界を彼はずっと見てきました。こんな世の中でこれ以上もがいて何になるのか。抵抗をやめて受け入れることで不思議と苦しさが遠のいていく。この先にきっと安楽がある。暗い水の中で彼は静かに身を任せるのでした。ナムアミダ仏、ナムアミダ仏。ありがたい、ありがたい。我が輩は猫であった。名前は最後までなかった。人間の世界を端から眺め、笑い、呆れ、考え、そして静かに消えていく。これが名もなき観察者の短い人生でした。この動画はおいおいの提供でお送りしました。おいおいのスキル機能は今回の動画や以前の動画のような特殊なスタイルの動画も複雑なプロンプトや手作業なしで再現することができます。自分の作りたい動画をドラッグすることで特徴を AI が学習。希望すれば台本やキャラクターまで全て自動で制作してくれます。完成した動画を部分修正することも可能なので、一から動画を作るのが大変な方でも、まずは AI で土台を完成させ、必要な部分だけを手直しすることで、動画制作の時間を大幅に短縮できます。気になる方は概要欄のリンクよりお試しください。